今日は作詞について一緒に勉強していこうと思います。具体的な作詞のねコツとか今まで勉強したこととかとともに今っていろんなツールとかアプリがあるみたいなので一緒にちょっと試していけたら楽しいかなと思います。じゃあ実際にやっていきながらアプリとかツールを一緒に使っていこうと思います。で、全体的な流れとしてはまずテーマとか世界観とか、ストーリーでもいいと思うんですけど、そういうのを大体決めてより具体的な言葉で書いていこうと思うんですけど、それを歌詞っぽくするために隠喩を使ったりとか統治法を使ったりとかしていこうと思います。そこでアプリとかツールとか使えると思うので試していきたいと思います。じゃあまずは世界観を決めていこうと思います。今回は失恋した人が忘れたいけど忘れられないみたいなエモいがテーマなんで笑いながら言うことじゃないよね。絶対エモくなんないはっきりこうだっていうよりは悶々と考えているみたいな感じをイメージしていて、それをちょっとね具体的にこれから書いていこうかなと思います。失恋って結局のところ整理するためにまず文章じゃなくて構成を考えてみました。失恋って結局お互いに認め合えないから違う部分があったと。で、相手は感情的で切な時で、よく言えば気持ちを大切に生きるし今大事にできるみたいな、ありのままでいたい人で、でも自分がちょっと理論的っていうか計画的でちょっともうわーみたいななんでってなって、で理論的だから話し合おうってなってもいやなんで話し合うんだみたいな相手がなってなんだっていうなったみたいな感じの話を書こうかなと思いました。でこれを文章にとりあえずもうわーっと書いていきます。使えそうな言葉をピックアップしていくみたいな感じにしていこうと思います。はいということでこの最初構成みたいなのを書いたので、後半と前半を明るいのと暗いみたいなのを分けたりとか、登場人物の2人がすごく理論的な人と計画性が高い人と感情的で切断的な人みたいな比較みたいな、結構比較するみたいなのを重点的に入れたいなと思ったので、でもいいところもあったなみたいな感じで、いいところをじゃあそれは感情的で切な的だから気持ちに寄り添ってくれたとか、計画が崩れてもイライラしたりしないとか、冗談で楽しいとかで、これをABC で書ければいいなと思ったし、大サビのところがちょっと構成違うじゃないですか。じゃあそもそもそれを相手なしに自分がどうしてそうなったのかなって書いてて、相手に対する信頼とか自分に対する自信みたいなのも低かったかもしれないという感じで、自分のそういう相手がっていうよりは自分の葛藤をもうちょっと大サビで書けたりかなみたいな。これはちょっと全然変わるかもしれない、今考えたことなんでで、さっきも言ったと思うんですけど、一般的には物語的にする場合はやっぱり 5W1H とかが分かった方が聞いてる人がイメージがつきやすいし、あとはもう歌詞的に比喩表現ですねを使ったらすごく素敵だと思います。あとは統治法を使ったり韻を踏んだりとか、ちょっと文学的なねレベルが上がっていったり素敵な歌詞が書けるんじゃないかなと思うので、ちょっとそのポイントを押さえてツールを使っていきましょう。ジョジョンジョンジョジョン、私も初めてなんでねどんなツールなんやと思いますが、まずは歌詞支援ツールっていうのを見ていきたいと思います。じゃあ歌詞支援ツールで調べれることとしては、56万語を超える単語の中から韻を踏む単語を調べることが可能と、母音が完全一致、前後一致、後方一致、かなが後方一致、前方一致のそれぞれの条件で検索をかけることができて、自分の韻の頭の中で思いつかんだ方、さまざまな単語から歌詞を考えることができます。例えば白黒っていうやつの母音が完全に一致する素人とかも一致なんですって。
あーすごい、自分では思いつかないですよねこんなのね。面白い。妹美少女、面白くないですか？面白いな。尊敬という言葉にしていくか。尊敬本命は尊敬っていう言葉を使うかわかんないですけど、尊敬は根底とかでも一緒なんだ。母音が完全一致ってめっちゃ面白いですね。本命音程すごいすごい、めっちゃ勉強ってなるまあなんか韻を踏むって言ったら後方、母音の後方が一致してるとかいいかもしれないですね。友達、狼、だからなんとかなんとかこんとか狼なんとかなんか友達なると韻踏んでるってことになるので、ちょっと締まりのいいねこう歌詞になると思いますけど、いいですね。作詞支援ツールに関してはちょっと私がねまだ具体的な文章なので、これをちょっともうちょっと比喩的なね表現を使ってもう歌詞に当てはめて、でその状態でここに合う韻を踏める言葉が何かなみたいな思った時に、多分一番使いやすいのは、母音が完全一致とかが一番いいと思うんですけど、難しければこの母音で後方一致とかにすると、なんとかポンとか大谷なんとかなんか友達だからちょっとこのさリズムがちょっと全然おしゃれじゃないんであれなんですけど、おしゃれなリズムに乗せたらめっちゃいいくなると思いますめっちゃいいですね。では次、歌詞に使える単語集を見ていきたいと思います。このページはヒット曲の歌詞を単語文節で区切り、品詞ごとに50音順で表示しています。なんか話し言葉でやっぱりいいなっていう言葉と歌に使われてていいなって思う言葉ってすごい違うなって感じるので、そういうの分かるとめっちゃいいですよね。女性100とか男性100とか歌詞に使われてる100選はあすごい。 J-POP 女性めっちゃ数えてくれてるよ確かにいつかすごいね。これはいつかとかよく聞くよね。英語も書いてくれてますね。オートマティック It's automatic 今さこれ造語じゃなかったでしたっけ。 Night Night Paradise とかねよく聞く。面白くないですか？めっちゃはいみたいな感じでこれめっちゃすごい。でもいいですね。なんかさ本当に出ない時あるじゃないですか。そういう時これ見るとめっちゃいいですね。しかもなんかヒット曲から出してるからめちゃめちゃいい。では次にウェブリオ類語辞典を見ていこうと思います。白黒の類義語が出てくる。モノクローム歌詞っぽくなった確かにこれさ、なんかさっき比喩的な表現とかを使っていきたいって言ったじゃないですか。これをやると全部そのさこっちだっていうのに変えていけるってことですね。へえ。ちょっと価格違うと思うんですけどなんだっけ歌詞アプリ忘れてたのでちょっとやっていこうと思います。ありのままでいたい。私も話し合える関係が良いと思っていた。すごい。もうめちゃめちゃ正確に映し出してくれますね。こんな感じでやれるし、コードとかもこんな感じで出てくれるのですごい入力しやすいと思いますね。めっちゃ便利。これさいちいち私打ってたんですけどノートとかねめんどくさいんでこれすごい便利ですね。でチャット GPT さんも歌詞を作ることが上手なので上記の文章に合う歌詞を作ってくださいっていうことで
ちょっとね打つ時間がないのでやっていきたいと思います。お願いします。歌詞ありのままでいたい。私はありのままでいたいわけじゃない。相手がね私に打つからそんなの嫌だ。誰かの家に染まるよりも自分のままでここにいたい。騙されて笑うより涙を流しても真実でいたい。自分らしく生きていきたい。それが一番大事なことだから。なんかあげた文章が結構そのままっていうか、あまり文学的な表現とか比喩的な表現が入ってないので、このあげてるのもちょっともう少しじゃあ文学的にできますかって聞いてみたいと思います。分かりづらくてごめんね。ありがとうございます。おーすごい。風のささやきに耳を傾けて無垢な心で生きることを望む。移ろう影に図らずとも何これなんて読むのやばい。日だまりの光に向かい咲く花でやりたい。もう難しいこと言わないで偽りの笑顔よりも涙を流す真実を抱きしめていたい。この命の旅路をただありのままで歩いていたい。すごいです。なんか結構有名なアーティストさんとかの中でクローズドな自分の作品をディープラーニングさせて、でこういう風にやると自分っぽい作品を作るみたいな人がいるので、まあこれも簡易的にできるのかな。こういうのが私の作品なので、これと似た歌詞を作ってくださいって言ったらできるかもしれないですね。そもそもありのままでっていうのは私がありのままでいたいわけじゃなくて相手がありのままでいたいで、こっちが理論的なので、なんかちょっとこうもうちょっとお伝えしないとね、私がちょっと今これを写真撮っただけなんで、もうちょっと詳しくやるとこの感じでできるみたいなので、これもやっぱチャット GPT すごいですね。参考になるかもしれないです。てな感じで歌詞作りちょっと進めていきたいと思います。ということで来年の6月にはワンマンライブと写真展同時に開催することを目標にしています。無料のメンバーシップマイデアをやっていまして、そこでは特典付きのライブチケットを配信する予定なので、下の概要欄を見てみてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye.